人間は愚かな生き物です。そんなに強い生き物じゃありません。だからこそギリギリのラインで自分がどう生き延びるかという心の避難訓練をしておく、心の避難場所を作っておく、とっても大事なことなんです。ペンネーム豆助さん、30代の女性からいただいたお悩みです。太后上様、ご担当者様、はじめまして。1年半ほど前に過労と職場の威圧的な教育制度からうつ病を患った頃、友人が面白い動画があると教えてくれたことによってこの動画にたどり着き拝見しました。それからは心が苦しくなった時や生きるヒントが欲しくなった時によく拝見させていただいています。和尚様の動画のおかげで今は転職し新しい目標を模索中です。いつもありがとうございます。私は両親、弟の4人家族で、弟は31歳です。父は転勤が多く、弟が高校から25歳になる頃までは単身赴任の時期もありました。弟は18歳の時、入った専門学校を3ヶ月で辞め、バーで働くようになりました。それ以降は職を転々とし、アパレルのバイト、沖縄、鹿児島等でリゾートのバイト、東南アジアに長期旅行、ワーキングホリデーでオーストラリア、ニュージーランド、その他の国にもいろいろ行っていたようです。彼が25、6歳になる頃まで家族は気がつかなかったのですが、彼は18歳の頃に大麻を使用するようになりました。その後は徐々にいろいろな薬物を使用するようになり、それにつれて暴力的な言葉を常用するようになり、家の壁やドアを壊したり、お皿などを割ったり、母を無理やり夜中に起こし、お金の無心をしたりという日々が続きました。一度家族全員で弟だけを残し1年ほど家を出たこともあります。アルバイトのお金では足りず、両親が借金の肩代わりをしたことも数回あり、お金が足りなくなると親にしつこく電話をし、振り込みがあるまで電話を繰り返します。前からおかしいとは思っていましたが、徐々に弟の発言の中に、俺は追跡されているという被害妄想と何を言っているのかは全くわからない話が増え、ようやく事の重大さとどう対処していけばいいかに家族が気づき、弟を実家に呼び寄せ治療を受けさせることにしました。恥ずかしいもので薬物乱用にて精神疾患も同時に発症したことに何年も気づかずにいたのです。暴力的になり、お金も稼げず、性格が悪くなってきたなぐらいにしか感じていなかったのです。ただ弟の存在が家族の大きな負担ではありました。弟が戻り、ここ2ヶ月は治療に毎週連れて行きますが、全く薬も飲もうとせず、以前はお金の無心をしつこく迫ることは毎度毎度のことでしたが、ついに親のお金を抜き取るようになりました。平気で嘘をつきます。嘘をつくようになったのはもっと前からですが、海外にまた脱出したいとしつこく毎日毎日親に迫っています。お金もないので親からもらうしか彼としても手当がないのです。現在は覚醒剤等の薬物は3ヶ月は経っているようです。現在は両親も私も弟への対応方法を学ぶべく毎月家族会の勉強に参加し、対応方法を学んでいる最中です。ただ時々本当に絶望的に悲しくなることがあります。弟が実家に戻って2ヶ月ですが、本当に苦しい日々がまたやってきたという感じです。家族なのに、弟なのに、死んでくれたらいいのにと思うこともしばしばです。私はまだ独身です。実家にいます。彼は口を開けば家族を傷つけ、罵る言葉を連発します。私には、お前はホームレスとも結婚できない。誰にも雇ってもらえない。実家を出ないお前は自立できていない。自立しろ。家を出ろ。
と毎日毎日言ってきます。父にも、父親のくせに見て見ぬふりか、競馬でまたお金を使ってお前はバカだ、どこにも弟を遊びに連れて行かないで、それで家族の大黒柱かと矢継ぎ早に怒鳴るようにずっとしゃべり続けます。ちなみに弟は病気の影響で車以外の方法で外出できませんが、運転も危険なので父が運転手になっています。こんな生活がまだ2ヶ月ですが、本当に疲れました。頭がおかしくなった弟ですが、小さな頃には楽しい思い出や可愛かった思い出もあり、悔しさと苦しさでいっぱいになります。ちなみにうちの母も薬物は関係ありませんが、職場のストレスで10年前から統合失調症を患い、被害妄想がありますが、全く内服治療をしようとはしません。病院にも行きません。家族のうち2人も精神疾患で、私から見るとおかしなことを連発するので、私もどうしたらいいのか分からず、頭がおかしくなりそうだと思うこともしばしばです。人間はどんな状況でも幸せを感じることはできると聞いたことがあります。私は今の状況の中、どうしても幸せを感じられずにいます。私は今の状況の中、どうしても幸せを感じられずにいます。以前は体を動かしたり料理をすると自然とありのままの自分に戻れるような気がしていましたが、弟が戻ってからは本来の自分を見失い元気が出ません。どうしたら心も健康になり、生き生きと生きられるようになるのでしょうか。どんな心持ちで物事に当たればいいのでしょう。取り留めもなくつらつら書きました。お答えがいただけましたらそれだけで本当に嬉しいことです。よろしくお願いします。仏教は悪を離れ善をなす、そして心を清らかに保つ。仏教を非常にシンプルに説明すると、そのように申し上げることができます。悪しきことを離れ、良きことをなし、心を清らかに保つ。3歳の子供でも理解できる道理けれども、80歳の老人でもこれを行うことは難しい。仏教で悪というのは人間に苦をもたらす行いのことです。悪とは私たちの心に苦しみをもたらす言動のこと。自分がそれを行うのはもちろんのこと、よくない。他の人からそれを受けるのも望ましくない。心をできるだけ穏やかに、そして集中して自分の生活を整えていくということをするのが修行なわけですけれども、豆助さんに限らずお坊さんであってもこの苦に翻弄され続ける、要するに悪に翻弄され続ける状態で修行はできませんから。だからお坊さんは家族を離れ、仕事を離れ、地域のコミュニティを離れ、同じような目的を持った修行僧の間で人里離れたところで修行をするわけです。豆助さん、今の豆助さんの状態をお聞きして、私はある人のことを思い出しました。その人というのは昔小さい時に私のお寺にいた方です。その方はさまざまな事情があって非常に重度のアルコール中毒になられて、そしていろいろと回り回ってうちのお寺に来られた方です。東京の人なんですけれども、幼少期から誰もが知っているようなある大きな会社の社長さんの言ってみれば2号さんの子供。小さい時から自分は堂々と世の中に自分の父親は誰々ですと言えない隠れた子供なんだということを心に病み、それが原因で大人になってからも大酒を飲み、非常に能力のある聡明な方なんですけれども、お酒が一旦入るともう人が変わったように暴言を繰り返し
そして病院に隔離されて収容されるというようなことを繰り返してきました。たまたま縁あって私の師匠がその方を受け入れ、そして小さい時一緒に過ごしておりました。本当に私もその方のことが大好きで、そしていろいろなことを遊んでもらってね、うちは両親が忙しかったですから、小さい時にどっか遠いところ遊びに連れてってもらえたりとか、そういうこと一切なかったもんですから、その方がお寺にいてね、遊んでくださったり、いろんな話してくださったりで、普段はとてもいい人なんですよ。だけれども師匠がちょっと出張で外泊をしたりね、長期間出かけたりすると、そうするとだんだん陰でお酒を飲んだり、あるいはお坊さんとして修行してましてから、地域の人にお酒飲んでない時には本当にね素敵な方なんですけれども、それで、法事や何かで出て行った先でね、ごちそうになってお酒を飲まされっていうことで、社会との関わりをお坊さんとしてしようというふうに師匠が持っていけば持っていくほど、少しずつアルコール中毒のひどい状態から回復していって、社会との関わり性をやっぱり持たせれば、やっぱりよそで自由ができますから、そこでお酒をいただいたりしてね、また元の状態に戻っていってしまう。ですから、私もそういった状態を知らずに小さい時は来ましたけれども、だんだん大きくなってきて、それがね、師匠からすれば私たち子供たちに隠せない状況っていうのが出てくるわけですよ。私たちも分かってきます。あ、この人はアルコール中毒なんだっていうことの事実を知ってしまうんです。それまでは私の両親もその方もこの人はアルコール中毒だよということは当然言わずに、子供ですからね来てますけれど、私が中学ぐらいになった時に、彼はアルコール中毒なんだっていうことを知って、非常に寂しく情けない、そういう思いがありました。一度夜中に酒を飲んで酔っ払って帰ってきたことがありました。玄関でどんどんと扉を叩いて「ほら、俺が帰ってきたのに出迎えんのか」って怒鳴ってました。私は本当に、自分の家族は誰もお酒を飲みませんから、お酒を飲んでいない時のその方とお酒を飲んだ時のその方のその180度どころか1800度違うありさまを見て、体が震えて、悔しいやら悲しいやら寂しいやら、それで私は降りていって扉を開けて、もうずっと年上の自分のお父さんぐらいの年齢の方でしたけれども、その方を思い切り叩き、そして「こんな姿を見たくない」って、こんな悲しい思いになったのは初めてだっていうことをぐでんぐでんに酔っ払ったその方に体中でぶつけたことが覚えてます。小さい時からその方にお世話になってますからね。酔っ払いながらもね、彼にとっても私からそのような言葉を投げかけられるのはつらかったんだと思うんです。しばらく管を巻いていましたが、すごすごと自分の部屋へ戻っていかれました。その後いろんなことがあって、彼もお寺を離れて、時々ね寂しくなるとどこへ行ったとも言わず電話をしてきて、今もうその電話もなくなって、はっきりは確認していませんが、もうどこかで今生きてらっしゃればもう85を超えてらっしゃると思うのでね、お亡くなりになったんだと思いますけれども、その後どうなさったかということの報告はどこからも入っていませんけれども、その方のこと私大好きでしたから、小さい時ねずっとそのアルコール中毒者が同じ屋根の下にそれでも10年以上一緒に暮らしていて、もう家族同然に思っていた人ですからね。その家族がもう今回の豆助さんとは違って麻薬ではありませんけれども、同じように毒が体に入った時に全く違った人間になってしまうというね、その
とも言えない気持ちは分かるつもりです。彼に限らずいろいろな方がこのお寺に来ては一緒に生活をしていた。お金にだらしない人、酒にだらしない人、女にだらしない人、麻薬に落ちていった人、売春を繰り返してしまう人、いろんな方々がここへ来られて、昔は共に生活をしていたということがありました。子供にとってね、よそからお兄ちゃんお姉ちゃん、あるいはおじさんおばさんたちが、知らない人、家族以外の人が来るっていうのはとても喜びですよね。一緒にみんな元気な時は遊んでくれるし、子供たちのよくしてくれるので。けれども今思うと、私が幼少期の時に一緒にお寺にいたおじさんおばあさんたち、お兄ちゃんお姉ちゃんたちというのは、みんなどこかで社会で行き場がなくなった人たちだったんだなということを今思います。ですから本当に人としてね、そういった毒が体に入っていない時にはそれぞれみんないいところがあるけれども、人間の精神を大きく乱してしまうものが体に入った時に、なんと愚かな状態に人は陥るんだと、お釈迦様が戒律の中でね、不古酒戒、お酒含めてそういった薬、そういったものには一切近づくなということを非常に厳しく定めておられたという理由がそこで分かるような気がします。みんなにその可能性がある。豆助さんの弟さんに限らず、ひとたび私だって麻薬を始めれば、お酒に溺れれば、そりゃ自分の精神が自分で分からなくなってしまうわけですね。これはその人というよりも、その毒のなせる技といいますか、その毒の仕業なんです。豆助さんの問題は何かというと、この悪、苦を自分に生み出す悪の環境に自分が今いらっしゃるということですね。で、やはりね、環境はとても大事です。お坊さんが修行するのにわざわざ修行道場、環境を移して修行する、出家をして修行するのと同じように、受験生が勉強するのに家を離れて図書館に行って勉強するように、座禅をするのに静かな場所を選んで座禅をするように、自分が自分の心の穏やかさを取り戻そうと思ったら、その悪の環境というものを離れていく必要があります。この今豆助さんが、人間はどんな状況でも心の平安幸せを感じることができると聞いたことがあります。確かにその通りです。例えばドイツのですね、アウシュビッツの収容所で毎日ガス室に送られる順番を待っている人たちの中でも、もう自暴自棄になって荒れ狂う人もいれば、そのもう絶望的な状況の中に明るく周りの人を助け、その人が持っている善意を発揮して、その本当にもう今日明日殺されてしまうとかわからないという状況の中においても、人間の尊厳というものを保ち続ける人がいる。そのような現象が過去の歴史の中でも報告されています。人間は絶望的な中にも心を穏やかに保つことができる人もいる。仏教の修行というのはそこを目指しているところもありますけれども、でもそうは言っても、例えば幼き子供がいきなりね、何のその道理もトレーニングも受けずに究極のストレス状態の中で耐えきれるかといったらやっぱりそうではない。一人一人の個体差もありますしね。お坊さんとて徐々に徐々に時間をかけて修行していく、そのようにして初めて体質が変わり性格に変化をもたらすことができるわけです。これを豆助さんのように経済的にも自立していない、仕事もない、今は仕事なさってますけども、そういった状況でさらにお母さんは病んでいる、
そして弟さんは病んでいる。そして毎日毎日不安と、家族の中の不安定さと、そして自分の将来の不安定さに怯えながら心を平安に保とうというのは極めて難しいことかと思います。さて、豆助さんが今ね、弟さんのそのような大麻に侵されている状態を間近に見ながら、家族で勉強会に参加しながら、なんとか弟にも付き合いながらご自分も自分の生活を成り立たせていこうと、そういう意識でね頑張っておられるということは非常にすごいことだと思います。なので処方箋、豆助さんがこの後ね、今のように弟さんがいる家に今後とどまっていかれるのであれば、私からは次の2つの処方箋を出したいと思います。1つ目は、例えば弟さんがね、お前はどこにも就職できない、どこにも雇ってもらえないと、いつまでも家にいて、そして親のすねをかじっていて甘えている、なんて情けないやつだと、家を出ろ、お前なんか家を出ていけときつい言葉を投げかけてくる。そして弟さんがお父さんに、お前はそれでも一家の大黒柱かと、競馬ばっかりやって自分の子供を遊びにも連れていけない、そんなんで一家の大黒柱かと、非常に一方的な心ないお姉さんに対する、そしてお父様に対する言葉を投げかけていると思われるかもしれませんが、実はそれらの暴言はそのまんま彼が自分に言っていることなんです。なんと情けないと、こんな麻薬に染まって一時期は夢を持って家を早く飛び出してね、自立して何かしらことを起こすんだと思ってね、海外まで出て行った。ところが現実はどうだ、何もできない。どこに行っても思うように認めてもらえない、仕事もできない。そういった自分に対する不甲斐なさと情けなさと、そこにさまざまな誘惑と、そこにまた引きずられていく自分と、麻薬を摂取して現実逃避をするたびに、麻薬が切れるたびに、彼はおそらくそれを自分に対して言っている。なんと情けないと。お父さんに対して投げかけていく言葉もそう。こんな情けない自分を父親だったら何とかしてくれよって、お父さん何とか救ってよって、私にはそういった彼の心の叫びに聞こえてきます。なので一つ目の処方箋は何かというと、彼が荒れ狂って発する言葉、暴力、それは自分の、彼自身の言葉の、弟さんの心の中にある自分自身に対する叫びなんです。でそれを自分の中に留めておいたら、この行き場のないエネルギーがおかしくなってしまうから、それをお姉さんに対して、お父さんに対して、壁に対して、扉に対して、あるいは言葉で、あるいは力を持って、暴力を持って外に出そうとしている。アトピーが体の中からふわーっと表面に吹き出してくるように、ウイルスに侵された体がふわーっと高熱を発するように、自分の体の中から内側からそれを吐き出そうとしている。そのような現れであると理解していただきたいんです。だからいいとか、だから我慢せよっていう話じゃないんです。そのような現象が彼に起きていると見てほしいんです。二つ目の処方箋は何か、家を出るということです。豆助さんは家を出てもいい。自分がどうしても苦しいなと思ったらすっと家を出ればいい。時々であってもいい。もうどうしてもダメだと思ったら家を出ていいって。もし豆助さんが少しでも弟とか家族に寄り添うと決めたんであれば、それはそれでいい。けれどもどうしても自分はもう我慢ならんと思ったら、静かに家を離れて遠くに行く。一番大事なのは自分の心の平安を保つことです。お母さんも病気、弟さんも病気、お父さんも今後体力が衰えてきて、今の状態からどうなられるか分かりません。でもそれを家族だけで何とかしようというのももう限界に来ているからこそ、そうやって勉強会に行ったりいろいろなさってると思うんです。
でも時々自分がそこを離れて自分の心を少しでも回復しないと、豆助さんも今度病気になっていってしまう、一家全滅になってしまうんです。ですからそこから逃げるではなくて、そこから離れてもいい、そのようなことを一つの処方箋として知っておいていただきたい。まずは自分が生き残ること、そして余力があったら家族を助けること、この順番を忘れないでいただきたいんです。豆助さんが豆助さんの心をきちんと保っているということは、逆に言えばこの苦しみの中で葛藤している家族のためでもあります。飛行機に乗った時に有事の場合には、子供と一緒に親が乗っていたら、まず親が自分で浮き輪をつけて酸素マスクをつけること、その次に子供ですね。この順番を間違えてしまうと全員全滅します。処方箋もう一度2つ言います。弟さんがなすこと、話すこと、それは全部自分自身の情けなさに対してそこから発せられるものだということです。そう理解をしてあげてほしい。病気なんですから。ただそれがうまくできない、うまく言えない、うまく表現できない、だからお姉さんを攻撃しお父さんに暴言を吐くんですね。どこへ行っても通用しない、いい年なのに親元に転がり込んできて親の金を抜き取らなければいけない、そういう自分が嫌で嫌でたまらないわけですね。だけどそれが現実だから弟さんは苦しいわけです。そしてもう一つの処方箋は家を出ようということです。いつ出てもいい、そのようなつもりでいないと豆助さんが潰れてしまいます。弟さんがいる家と少しでも向き合うつもりがあるのであれば、ぜひその2つのことを心のシェルターにしまって、それを時折引き出しながら自分が頑張れるところまで頑張ってみてください。人間は愚かな生き物です。そんなに強い生き物じゃありません。だからこそギリギリのラインで自分がどう生き延びるかという心の避難訓練をしておく、心の避難場所を作っておく、とっても大事なことなんです。応援してます。頑張ってください。